こんにちは。チャプターズブックストア書店主の森本萌乃です。今日は先日訪れたパリ旅行の最終日の様子をお届けしたいと思います。この日はパリ最終日で夜フライトがあったので、夜のフライトに向けてパッキングをしていきます。しばしお付き合いください。私パッキング大好きで、旅に行くたびに毎回どれだけ前回をしのぐ小ささでいけるかっていうことに挑戦しています。今回はパリ8日間の滞在だったんですが、荷物の量かなり絞っていけたかなと思います。旅先での読書が人生で一番のご褒美かつ趣味な私にとっては、もう隙間時間を見つけてはフラッと海外に行くこともすごく多いです。で、そんな旅での荷物を減らすコツはですね、いかに洋服を絞るかなので、毎回かなり少なくしています。で、これも私よくやるんですけど、荷物を減らしたいがあまり、空港に行く日はかさばる服をなるべく多く着るようにしていて、空港ファッションいつもダサくて変になっちゃいますね。この日も動画見返してなんちゅう格好してんだろうと思いましたこの格好日本じゃしないかなと思いながら、フランスだと全然気にならなかったですね。はい。荷物は、チェックインに超過料金がかかるので、毎回なるべく機内持ち込みだけで済ませるように気をつけています。こちらの母から譲り受けたプラダのボストン、母も10年ぐらい使っていたみたいなんですけど、私も今旅先ではこれを愛用しています。長く大事に使いたいなと思いつつ、海外に行くとブランドバッグをボロボロになるまで使ってたり、なんか蹴飛ばしたり雑に扱う方すごい多いんですよね。そのカバンとその人とのストーリーを勝手に感じてしまって、かっこいいなと個人的には思うので、ブランドバッグの傷とか汚れとか私大好きですね。だからこのバッグも私らしく適度に汚していきたいなと思っています。はい。で、海外に行く時の財布は必ずチェーンがついたものを持っていくようにしています。バッグの持ち手に引っ掛けて防犯対策にしています。で、PC もどこからでも仕事ができるように必須ですね。荷物チェックで毎回 PC は出さなくてはいけないので、取り出しやすい場所に入れています。ね、ちょっと仕事をチェックしたりして荷物もだいぶ収まってきました。ふらりとね、海外旅行に出かけることが趣味です、外国で本読むの好きですって言うと、なんかさぞ優雅で余裕のある生活を送られてるんですねって感じがしちゃうんですけど、全然そんなことなくて、宿と食事にこだわりを持たなければ意外といけちゃうもんです。格安航空券も探すのがだいぶ上手くなってきました。本当にお買い物も海外でそんなしないですし、ご飯もここぞってところ以外はすごい気にしないタイプですね。もうとにかく積んどくを解消に海外へ行って、こう少し離れた場所から読書をするのが大好きで、友達とね旅行するのも好きなんですけど、私旅をしても楽しくないって周りからおかげで言われることが多くなってしまいました。なので一人旅が趣味っていうか、もう一人旅を趣味にせざるを得なかったっていうのが正解ですかね。荷物が小さい方がかっこいいと思ってるのは私だけなんですかね。みんなどれぐらいの荷物量で行くのか、本当に
人と旅をしないのでわからないんですけど、多かったらかっこ悪いな私。でも小さいんじゃないかと自分では思っています。続いて旅の主役の本たちが登場ですね。この日は今持ってるのは6冊ですが、全部で10冊ぐらい持っていきました。電子も合わせると十数冊をだらだら目を通して気に入った本だけゆっくり読了していくっていう読書のスタイルが私は好きです。で、今回持っていった本の中だと結城さんのプロジェクトインソムニアっていう本がもうとにかく面白くて、パッキングをしながらもずっと続きが読みたくてそわそわしていました。なんか読みかけの本があると待ち時間が本当に幸せなので、この日も早く空港に行きたいなと思って準備してた気がします。小さな荷物を目指しているんですけど、その弊害でバッグの中ぎゅうぎゅうですね。チャック閉めるの毎回もう一苦労ですね。なんかもうちょっとスマートに旅をできるようになりたいなと思います。そしてまだ読んでいない、あるいは読み途中の3冊もここで出てきて、この3冊はトートバッグに入れて機内でもすぐに読めるように、しています。春の木に桜のなんとかの春しなむもパリで読んですごい良かったので、別の動画でおすすめしました。で、ちなみに電子書籍はですね、現地で読んだ作家さんにハマって別の作品を読みたい時とか、あとはふと読みたくなる本が必ず旅先では出てくるので、そんな場合に備えています。はい、完成です。はい、ということでパリのパッキングと最終日の様子でした。また次の動画でお会いしましょう。